様の家族は今や俺にとっての守るべきものであり、俺の未来そのものだ。彼の未来か。目が覚めたようだね、レガーロのお姫様。あなたの大事な人はアシュと共にここに向かっているはず。きっともうすぐ会えることでしょう。安心しなさいとは言っても信じてもらえるか心配だね。つかぬことを伺いたい。あなたはアルカナファミリアのパーパの娘ですか？昔のモンドは今以上に破天荒を地で行く男だったのは知っているか？一族は育て方が間違っていたと考えた。そこで前妻との間に生まれた長男に対して徹底した教育でしつけたらしい。結果、その長男は駆け落ちという反抗を示した。それを見て出来上がったのが君も知っているあの親バカというわけだ。モンドは変わっていないか。私のことなどもう忘れてしまっただろうか。それは私がいなくなってからの話ですか？では詫びればよいのかな。分かっているでしょう。それも愛の形だということ。あなたの父はどこか不器用でとても優しい人間。願わくば私が私であるうちにもう一度会いたかった。これを君に。不肖の兄ですまなかったね。ああ、もう時間がない。捕まえた。私の兄弟、運命の輪。それよりもう一回確認させてもらうが、おっさん本当にイチゴ頭の親父じゃなかったんだな。くどい。お嬢さんの父親はアルカナファミリアのトップだ。貴様が島に行ったら最初に挨拶しなければならない人間だぞ。誰が行くって言った？その話は後でする。今はお嬢さんを助けるのが先決だ。しかしおっさんとイチゴ頭の間の空気が変だとは思ってたんだが、そういう仲とはな。そういうことだ。向こうから来るのは。なんてと、あなたは。ヘタレ錬金術師と今やり合う気はねえから安心しろ。ま、こっちも無駄な体力使いたくはねえな。つうことでルカ、その目障りな炎を消しとけよ。口の悪い人たちに絡まれた気分ですね。アッシュのことは俺が責任を持つ。
今は他にやるべきことがあるからの。そうそう、このハゲのおっさんがアモーレを救いに行くとこだぜ。アモーレ。お前ら仲間なんだろ。手伝ってやるよ。ダンテ、あなたお嬢様のことをなんて説明しているんですか？それは成り行きというかだな。それでもこんな状況で俺が浮かれて手を出すのは年上として褒められたことではないと必死に。ああ、のろけの始まりか。聞いてらんねえ。俺は先に行くぜ。もちろん無事に帰った時はゆっくりとした時間を。館に帰った後、あなたのアモーレについて話し合いが必要ですね。いや、俺だってあんなことをされてたな。ここにいたのか、ダンテ。一人で何をブツブツと言っている。それと背後の男について詳しく説明をしてくれ。ジョーリーから聞いてパーチェとリベルタに船長室を任せてきてるんだ。できるだけ早く戻りたい。ここで合流できたのは良かったが、今度はあいつらの方が気が気じゃない。それよりダンテ、なぜ頭から湯気を出している？湯気？やっぱ群れてる奴らは平和な連中だ。行くぞ。フクロウタも親友のお嬢さんが心配だろう。大丈夫だ。必ず助けてみせる。例の霧が晴れている今が好機だな。正義のタロッコが黙っているうちに肩をつける。あの骸骨どもの面倒はお前らに任せたぞ。はいよっと。へへ、湧いてくる無数の骸骨の群れに立ち向かう俺。きゃー、しびれるぜ。てあー。この船はタロッコの原理と同じ論理が使われている。興味深いことだ。船は私の興味を誘うものであふれていたよ。存分にレガーロのために使わせてもらおう。さっさと帰ってラッツァーニャ。タロッコへ戻る前にこの宿主が消滅してはかなわない。さあ、私と宿主の関係を私の望む形で変えなさい。運命の輪。持っている力を使わずして契約者と言えるのか？兄弟相手に手荒な真似じゃないか。正義のタロッコよ。
私が長きにわたり次の契約者を得られなかった理由、貴様にわかるのか？おっ、タロッコと契約者に明確な規則があるかなどということは知らん。作った人間か研究している錬金術師どもに聞いてくれ。俺が知っているのはカードが宿主を選ぶということだけだ。うわりゃ！黙れ。宿主なき後、一人眠り続けた私の気持ちなどわかるまい。人知を超えた力があれば、タロッコである私たちが宿主を操ることもできる。この宿主を使って永遠に私の意志で世界にあり続けることも。もはや道理を見失っているのか。その道理とは誰が決めたものだ？人間が決めたものではないのか？逆に問おう。なぜカードは人間を選ぶ？タロッコに限らず一丁の銃、一枚の書類、世にある何者であっても大きな力を持ち得ると言える。その力が富と恵みをもたらすこともあれば、絶望にすらたどり着かないラビリントアトムスフェリコ。扱う人間の野心や思惑で苦しみを生むことにもなる。それを止められるなら俺は動く。この渦は何もかも巻き込み無に帰す。ダーレウン・オルディーネ。誰かが初めに動かんと人の心は動かせん。俺はその最初の誰かになりたい。本来は俺が前に立ち君を守るのが筋なんじゃないのか。それでもあえて隣を選んでくれるお嬢さんだから俺はその言葉が嬉しい。だって危ない！助かったよお嬢さんリベルタ。
たくしっかりしろよな探偵。あの骸骨が親玉か。よしはお嬢さん、恋人たちの力を借りて彼を救ってやることはできないだろうか。見失ってしまった本当の心、正義の本当の願いを君の能力で除く。今の君ならそれができるはずだ。うん。面白いことを言うね。居心地のいい宿主を好いているのは私だけじゃない。ラ・ジュスティツィアは揺れている。帰りたいという思いと宿主への執着。眠りから覚めた時、宿主は自分を必要としていなかったから拗ねてしまったのかな。彼の望むルオータ・デラ・フォルトゥナの力を借りるまでもない。さあ、私にできるのはここまでだ。私の宿主、これからも恋を育んでおくれ。ヨシュア、解放されたのか。私に未練があったからタロッコが帰ることができなかった。それは向こうさんの都合だろう。現に正義はカードへと帰っていった。遅かれ早かれそうなる運命だったんだ。導きということですか。お嬢さんは分かっているんじゃないか。人の手によって作られたタロッコは力だけでなく意志や情緒も持っている。そんなタロッコという大きな力に振り回される中で俺たちはできることをあがくだけだ。彼らもそれを望んでいるようだからな。ダンテ、さっきの親玉はどこ行ったんだ。骸骨の親玉はあるべき場所に帰ったぞ。チェ、なんだよ、逃げられたのか。しかしなんかすげえ光景だな。ああ。君、レガーロはどんな場所ですか。はあ、いきなりなんだ。目の前にいたから聞いただけですよ。私はレガーロを目指して航海をしてきましたから。答えてやれ、リベルタ。ダンテ、まあいいや。あんた幽霊っぽいから眠りにつく前に教えてやるな。レガーロは最高だ。今の時期はなんか綺麗な花があちこちで咲いてるし、みんな気のいい奴らばっかだし、次に目を覚ました時はあんたも来るといいよ。ああ、私もそう願いたい。ありがとう。あう。
これで俺の仕事の一つは終わったな。ああ、よく頑張ったな。お嬢さんの怖がりなところは昔と変わっていないんだろう。小さな腕をいっぱいに広げて必死にしがみついていた君の姿、忘れるわけないだろう。もう大丈夫だ。あの頃と違うのはお嬢さんと俺の気持ちが変わったことだな。家族からより近い家族、それが今の俺たちだ。恥ずかしい話だが、君が近くにいると俺は無様な醜態を晒すことになるんだ。例えばそのまっすぐな瞳で見つめてくる君を誰にも渡したくなくなるとかな。そうか、同じ気持ちでいてくれるのか。俺たちは似た者同士、お似合いということだ。フェリチータ。なんてか、見てらんねえ。いい加減にしないか。早くそこのうさんくさい錬金術師3号について説明しろ、ダンテ。3号って俺のことか。まあ錬金術は害をなさなければ問題ありませんよね。でもそれとさっきの話は別問題です。ルカちゃんの百面相が始まった。ほっとけよ。俺は早く酒飲んで寝て。状況は耐え難いが、これがお嬢さんに惚れたということだな。おいおっさん、これで勝ったと思うなよ。あんたに一泡吹かすまではこのレガーロにいるからな。そうとも、レガーロの島にいる時点で家族みたいなもんだ。じゃあ船で沖に出て生活してれば家族にならないだろ。どうなんだよ。これはまたひねくれた人間がファミリーに入りましたね。ダンテとあいつなんで仲良くなってんだ。いいか、仲間とか家族とか見当違いのこと言ってんじゃねえ。来るなら来い。俺はいつでも相手になってやる。